こんにちは、投稿主のヨウムです。この動画では、エルガー作曲、威風堂々第1番の解説をします。威風堂々。入学式や卒業式で聞いたかも？そうですね、式典でもよく使われる曲です。この曲の特徴は、勇敢さ、気品の高さ。途中にはイギリス第二の国歌とも言われる気高い旋律があります。そして、エルガーの中でも非常に親しみやすいことです。いいじゃない、せっかくだから中身も知っておきたいわ。それでは参りましょう。さて、まずはエルガーの人物像を簡単に紹介しましょう。エルガーは、19世紀末に活躍しました。後期ロマン派から近代へと発展した時代です。実はかなり最近の作曲家なのね。出身はイギリスのウースター市。どうでもいいですが、ウスターソースで有名です。本当にどうでもいい。エルガーは遅咲きの作曲家でした。愛の挨拶など、素晴らしい曲を書いていましたが、30代までは出版すら受け付けられないこともありました。すごく苦労人だったのね。それでも諦めずに作曲を続け、40歳のエニグマ変奏曲で、やっと国際的に認められたのです。威風堂々はこのデビューの後、44歳で作られた曲です。ようやく自信がついた頃の作品なのね。では、威風堂々の背景をお話ししましょう。いよいよ本題ね。ついに国際デビューを果たしたエルガーは、皆を圧倒するような旋律を思いついたんだ。と言いながら、あるフレーズを作曲しました。まさにそのフレーズは、今流れている、威風堂々のトリオです。エルガーはこの旋律をもとに、全体の行進曲を作曲。そしてこれをリバプールの楽団に演奏してもらいました。結果は大ヒット。ヒットした理由は、この曲本来の良さももちろんですが、曲調と当時の情勢がマッチしていたことが大きいです。当時のイギリスは、パクス・ブリタニカ、といって、国際的な覇権があり、産業、文化の発展も著しい時期でした。なので、このような堂々としたクラシック曲は受けが良かったのです。威風堂々は、プロムナードコンサートという歴史ある演奏会で、2度ものアンコールを受けた史上初の曲となりました。とてもいい波に乗れた曲だったのね。そういえばさっきのトリオって、イギリスで有名な歌でもあるのよね。希望と栄光の国、のことですね。イギリス第二の国歌とも言われています。この歌は、他ならぬイギリス国王の依頼で作られました。実は、エルガーは、威風堂々のすぐ後に、イギリス国王の戴冠式用として唱歌の依頼を受けたのです。すごいじゃない。この作曲中に、国王エドワード7世本人が、威風堂々のトリオに歌詞をつけてはどうだろう、と提案したのです。国王もこの曲が大好きだったのね。エルガーはこの提案を受け入れ、自身の作詞家と歌詞を書き、唱歌の最終曲としました。これが、有名な、希望と栄光の国、となったのです。希望と栄光の国、は、後にエルガー監修のもと、単体でも出版され、絶大な人気を誇りました。現在、この曲はイギリスで第二の国歌、そしてアメリカでも、卒業行進曲、として演奏されています。さて、今回のポイントをまとめると、この通りです。威風堂々、希望と栄光の国、により、エルガーは、国王からナイトの称号を受け取り、後の、交響曲第1番に繋がっていくのです。では、曲の中身に移りましょう。どうしたの？実は、この曲の音源がなかなか見つからなかったので、私が小さい時の録音を許可を得て流します。あら、秘蔵の音源ね。お聞き苦しいところがありますがご承知おきください。この曲は、助走から主舞とトリオに分かれています。まずは助走から主舞を紹介します。勇ましい幕開けね。まさに行進曲、兵隊の歩む姿が見えるようです。ただし、勇ましいとは言いながらも、上昇旋律に対し、低音が下降していたり、変歩長調という深い調整から始まったりと、奥深さ、一種の気品も感じられます。ちなみにこの曲の英名、ポンプは、壮麗、華麗、サーカムスタンスは、儀式ばった、物々しい、という意味です。
日本語の威風堂々は、実はかなり威訳。この曲の表面的な雰囲気から名付けられたのかもしれません。実際は、威風堂々だけじゃなく内面性もあるのね。こちらがトリオ。イギリス第二の国家とも言われる旋律です。これが後に、希望と栄光の国に転用されたのね。さっきも聞いたけど、とても雄大な旋律ね。レガート、カンタービレ。滑らかに、歌うようにという指示が特徴的です。先ほどの主部とこのトリオが2回繰り返されると、コーダに移り華々しく終わります。さっき小さい頃にこの曲を弾いたって言ってたけど、何歳頃だったの？はじめは確か、9歳の時でした。9歳でも弾けてたの？多分何も弾けてなかったです。そりゃそうでしょうね。演奏者としては、この曲はどうなの？弾き手としても堂々とした雰囲気が味わえますよ。また、オーケストラ初めての人でも頑張れば弾けると思います。もし弾けるなら旋律の多いファーストをぜひおすすめします。やや難しいところもありますが、完璧でなくても大丈夫ですし、一方で、メインテーマやトリオはとても弾きやすいです。セカンドはファーストより簡単ですが、トリオはハーモニー役です。ちなみに、これは超補足ですが、実は譜面にスルゲー指定があります。指定解除まで、すべての音をゲーセンで弾くという意味です。めっちゃ難しいんじゃ？そうですね、これを守るかどうかで難易度は変わります。ただ、スルゲーにしたとて、さほど聞き映えが変わらず、一方で音程がブレやすいので、プロオケや上手い雨オケでも無視されることが多いです。初心者歓迎のオケでは間違いなく無視されるでしょう。あまり固執しないでいいと思います。ヨウムは初めての時、スルゲーはやったの？スルゲーの意味すら知りませんでした。でしょうね。総じて言うと、弾き手としてもエルガーの誇りや信念を味わえ、また演奏しやすい名曲です。というわけで、エンディングです。はじめはただの行進曲だと思っていたけれど、とても名誉なドラマがあったのね。はい、有名になった経緯をお分かりいただけたと思います。そして、この曲はエルガーの中でも親しみやすいです。この威風堂々をきっかけに、弦楽セレナーデ、女装とアレグロ、など、感情豊かなものも知っていただけると嬉しいです。また違った雰囲気を楽しめそうね。それでは解説はここまでとします。別の動画を作った時はまた見ていただけると嬉しいです。今回のより詳しい解説はブログに載せています。興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。